585万円です。外にもつけることができます。立ってみると、こんな感じ。こんにちは、リサです。以前動画で軽キャンピングカーの動画を出したんですけど、皆さんからたくさん反響をいただいて、軽キャンピングカーに興味がある方って多いんだなって思いました。今回は JP スターさんから最新のキャンピングカーが出たということで紹介させてもらおうと思います。何がすごいかというと、ターボエンジンを積んだ軽キャンピングカーが出ました。軽キャンピングカーって走行面で不安だなとか心配だなって思う方がいらっしゃると思うんですけど、ターボ搭載でそこがどのように改善したのかを見ていきたいと思います。では行ってみよう。それではご紹介します。最新の軽キャンピングカーがこちら。じゃーん！ JP スターハッピーワンターボモデルです。この車のベースはダイハツアトレーの RS グレードです。色はレーザーブルークリスタルシャインっていう色で、なんかちょっとね、深みのあるネイビーっぽい色なんですよね。なんか軽キャンピングカーにはさ、あんまりない色で、渋くておしゃれでかっこいいです。4人乗車の4人就寝で、駆動方式は4駆です。普段は2駆なんですけど、アクロの時とかは4駆に切り替えて使うことができます。だから普段の街乗りだけじゃなくて、アウトドアでちょっと山とか道が悪いところを走るのも安心です。軽キャンピングカーとは言われていますが、ナンバーは8ナンバーです。サイズなんですけど、長さは全長が3800ミリ、幅が1680ミリ、高さは2500ミリです。エンジンはガソリンで直列3気筒のターボエンジンになってます。最大出力は64馬力で、最大トルクは91ニュートンとなっています。燃料タンクには38リットル入るようになってます。じゃあまずは外観から詳しく見ていきます。まずはこの運転席の上に乗ってるシェルの部分ですね。これ形がね、ちょっと四角みがある感じでかっこいいですね。車体の色はね、こんな感じ。光の当たり具合でね、ちょっとだいぶ見え方が違ってくるんですけど、一見黒っぽい感じにも見えるけど、よくよく見ると綺麗なネイビーです。いい色。この車の色は元々の純正の色で、こっちのシェルをそれに合わせて塗装してるみたいです。これはオプションでプラス15万円です。シェルの部分なんですけど、よく見るとふわっと丸みがある感じの形になってます。直線じゃなくて曲線になってる感じ。そこがね、なんかちょっとおしゃれで高級感があります。後ろだけじゃなくって左右も丸みを帯びてるので、それによってね、ちょっとだけ風の抵抗がなくなるらしいです。入り口は助手席側の方にあります。扉の部分はこんな感じ。ここね、鍵で開けることもできるし、ダイヤルを使って開け閉めすることもできます。開いた。入り口のところには、よいしょ、ステップもついてます。軽キャンピングカーってさ、結構この乗り降りするところが高いんですけど、これがあると女性とかお子様でも楽に乗り降りができそうです。ドアの後ろの部分はこんな感じになってます。これは冷蔵庫の熱の排熱口です。で、ここはシャワーがついてます。よいしょ。じゃーん。ここからお水を入れるようになってるんですけど、ここには25リットル入るようになってます。
じゃあちょっとお水出してみます。結構勢いが強い。すごっ。これだったらいろんなものが洗えそうです。手汚れたら手洗えるし、ワンちゃんの足洗ったりとか、釣り道具洗うのも良さそうです。そして車の後ろ側にはこんな感じでコンセントもついてます。だから外でケトルとか家電用品とか使うこともできちゃいます。そしてなんとサイドオーニングがついてます。オーニングってさ、なんかポコって車の外に出てるイメージがあると思うんですけど、今回からね、こんな感じですっきり収納されるようになってます。だからパッと見じゃね、オーニングあるように見えないんですよね。すっきり。じゃあ実際にオーニング出してみます。スイッチオン。おー、かっこいい。ボタン一つでさ、出したり閉まったりできるのがね、めちゃくちゃ便利。これは自立してるので、両サイドにポールを立てる必要とかはなくって、風が強い時とかは、今ね、ここに足がついてるんですけど、この足をここに刺して固定する感じです。そして車内にはね、こんな感じでテーブルがついてたんですけど、このテーブルをなんと外で使うこともできちゃいます。よいしょ。オーニングを出してテーブルをここにつければ、この下でちょっとしたバーベキューなんかもできちゃいます。なんかタープ出したりさ、テント出したりしなくても気軽にキャンプ気分味わえるからめちゃくちゃいいよね。ボタンを押してから24秒ほどでしまうことができました。めちゃくちゃ早い。じゃあ次に運転席側を見てみます。このネイビーと白の色の組み合わせめっちゃ可愛いな。運転席の横には給油口がありました。なんか前はね、車の後ろ側についてて、ちょっと奥の方に給油口があったから、ガソリン入れるときにね、ノズルをこう斜めにして、ちょっとテクニックが必要な感じの構造だったんですけど、これだともう簡単にね、スポッて入れられる。そしてタイヤの位置も変わりました。前はね、この部分、だからちょうどお尻のシートの下ら辺にタイヤがあるイメージだったんですけど、それがね、前になることによって、ロードノイズが軽減されるようになったみたいです。後で走行してみて、音がどんな感じか聞いてみようと思います。前のタイヤと後ろのタイヤの幅がちょっと違うみたいで、後ろのタイヤの方が幅が広くなってます。それによって走った時に安定性が増すみたいです。これも今回から標準になってます。タイヤのホイールはこんな感じ。なんかね、丸みがあってすごい可愛いです。このあんみあんみしたやつの中にはエアコンの室外機が入ってるので、点検とかの時にここを開けて、点検するみたいです。で、この上は物入れになってます。よいしょ。はい。よいしょ。ここめちゃくちゃ奥行きがあるんだよね。ちょっと長さ測ってみます。奥行きは117センチありました。これだけ長かったらさ、釣り竿とか、あとは外で使う椅子とか、なんかいろんなものを収納できそう。そして車の後ろには、こんな感じの大きい物入れもついてました。このね、両側のところに水抜きの線がついてるんですよね。だから汚れたものとかゴミとか入れた後もジャーって洗うことができるのでめっちゃ清潔だし、
一時的にここにゴミとかを入れとけば車内の匂いが気になりません。バックモニターとアラウンドビューモニターもついてました。じゃあ次は内装を見てみます。オープン。おー、めっちゃおしゃれ。床が木目でソファーがベージュですね。すごいなんか落ち着きのある上品な感じです。中に入ってみるとこんな感じ。私身長が168センチで結構でっかいんですけど、そんなでっかい私が座ってもこんな感じで広々としたスペースがあります。なんかね、間接照明とかもいろんなところにあって結構凝ってる感じがするし、天井とかもね、白いキルティングレザーになっててめっちゃ可愛い。車の外は結構かっこいい感じだったんだけど、中は上品で落ち着く感じの車内ですね。立ってみるとこんな感じ。一番高いところで180センチくらいの高さがあるみたいです。で今運転席側の方に立ってるんですけど、こんな感じで高くなってて、そっちの方はちょっと低くなってます。勾配がある感じですね。じゃあいろいろと見ていきます。まずエアコンなんですけど、今回からね、壁に埋め込まれるようになったみたいです。前まではポコンと後ろ側の壁についてる感じだったんですけど、こんな感じで埋め込まれることによってすごいスッキリしてます。飛び出してないから邪魔じゃない。壁についてるスイッチを押すとエアコンがつくみたいです。ポチッとな、ぽい。おー、風来てます。羽がスイングするので、後ろのシェルの部分全体に風が行き渡るようになってます。上の方には収納もあります。全部で1、2、3、4個ですね。よいしょ。おー。これね、結構深いんですよ。30センチないくらいかな。いろんなもの入れれそうです。入り口の隣には冷蔵庫がついてます。これでキンキンに冷えたビールが飲める。運転席の上にはテレビもついてました。個人的に嬉しいポイントが、ここの鏡。ドアの上のところに鏡がついてるんだけど、ここで身だしなみをチェックしてからお外に出られると。女性には嬉しいですね。天井には換気扇がついてます。使うときは一番上についてる蓋をちょっと開けて、電源があるので、これで車内の換気ができます。で、ここにイン、アウトって書いてるんですけど、これを押すと、ファンが逆回転して、今度は送風機みたくなります。そして、こちらには電子レンジがあって、シンクの下には、車内で使うお水を入れるタンクも入ってます。これさ、前まで中身が見えなかったんだけど、透明のタンクに変わってますね。あとどれくらい水使えるのかが分かっていいですね。結構なんかいろいろ細かいところが改善されてる。ここがシンクですね。ちょっと洗い物したりとか、ちょっと歯磨きしたりとか。シンクあるとめちゃくちゃ便利なんだよね。ピポッ。バッチリ。車で水が出るって感動。下げて、閉めると。そしてこちらには FF ヒーターのスイッチがあります。車のガソリンを引っ張ってこれるようになったみたいです。だからいちいち別にこう灯油を入れなくても車のガソリンがあればそこからすぐ使うことができるのでめちゃくちゃ便利。
そして今回からなんと床暖房がつきました。この部分が床暖であったかくなるんだって。だから寒い日の車中泊とかはさ、FF ヒーターもあるし、床暖もあるし、至れり尽くせりって感じ。車内の中央にはこんな感じでコントロールパネルがあります。でまずこれなんだけど、これはインバーターです。エアコンとかを使いたいときはここをオンにして使います。そして左側のこれはこっちタッチパネルのコントロールパネルです。ここを押すとそれぞれの電源が入るようになってます。オーニング出したいときはここポチッと押して、換気扇使いたいときはここもスイッチをオンにしておけばそれぞれが使えるようになります。で、この真ん中にオンオフのボタンがあるので、これをタッチすると全部が切れるようになります。今これ画面がチカチカなってるんですけど、バッテリーを貯めてるところですね。だから走ってる時とかに勝手にバッテリーがどんどん溜まっていくっていう感じです。後ろのシェルの部分にはドア以外に1、2、3つの大きな窓があります。で、この横の窓なんですけど、車検の関係でこのくらいの幅しか開かないようになってるんですけど、後ろの窓は、完全にフルで開けることができるようになってます。網戸やりたいときはこんな感じで上から引っ張ってくると網戸になって、これをさらに上に上げるとブラインドになってます。完全にプライベート空間が確保できるので、着替えとかしたりとか車中泊で寝るときとかも安心です。後ろのスペースにはこんな感じで取り外し式のテーブルをつけることもできるので、ご飯食べるときとかここで食べることができます。このテーブルは外にもつけることができます。使わないときはこんな感じで取り外すこともできるので、スペースも確保できます。じゃあ皆さんお待ちかねのベッド展開です。よいしょ。こんな感じでストッパーを外して、ここを開くと、じゃーんとベッドの台座が出てきます。で、このソファーの部分をそのまま引っ張ると、ほい、一瞬でベッドが展開できます。このベッドのサイズは長さが2メートル6センチで幅が114センチあります。大人2人寝れそうです。よいしょ。1、2でソファーにヘッジ。この部分がすごい手品みたいになってるんだけど、このボタンを押しながら引くと物入れになります。そして戻して何も押さずに引っ張ると台座になって、また引っ張ると物入れ。次は運転席の上にあるベッドを展開していきます。こんな感じで2箇所金具があるんですけど、これをよいしょ下げるとみょいーん、ほい。このフレームをここにはめて、よし。この部分をみょいーんと伸ばす。ズリ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 。乗ってみるとこんな感じ。やっぱり2階のベッドってさ、なんか秘密基地感があっていいよね。この横幅が145センチで、奥行きが 178.5 センチあります。この上でも2人寝られそうです。1人とか2人とかで旅するときは、この部分に荷物とかいっぱい乗せても良さそうです。で、下の方で寝て、こっちは結構荷物置き的な使い方もできそうな感じがする。この車はプロトタイプなので少し仕様が変わる可能性があるんですけど、基本はこんな感じです。
今紹介したものは基本全部標準装備だそうです。それで金額は585万円です。テレビとか FF ヒーターとかクーラーとかもついてるから、多分もうほとんど付け足すものないんじゃないかな。ハッピーワンターボが気になった方は概要欄にリンクを貼っておくので、ぜひぜひチェックしてみてください。運転席はこんな感じ。ここで四駆の切り替えができるみたいです。で、オートっていうところにしておくと、アクロとかになった時に勝手に四駆に変わってくれるらしい。で、このロックっていうところを押しておくと、ずっと四駆のままで走ることができます。クルーズコントロールも搭載されているので、速度を設定しておけば、高速道路とかで長距離走るときにずっと一定のスピードで走ることができるから、とっても楽ちんです。よし、じゃあ次は実際に走行してみようと思います。おー、ぐんぐん進む。後ろにね、重たいシェルが乗ってるんですけど、やっぱりターボが搭載されてるからスイスイ進みますね。前はね、ハッピーワンプラスっていうターボがついてない軽キャンピングカーに乗ったことがあるんですけど、それよりもやっぱり馬力がある感じで、タイヤがね、前の方についてるから振動とかも少ないし、この車内がめっちゃ静か。運転席静かです。あ、今下りなんですけど、多分あそこ上りになるから、ちょっと上りもどんな感じなのか試してみます。行くぜ。おー、すごー。すごーい。ターボがついてないときはね、このくらいの坂道でも結構うーって頑張って登ってるエンジンの音がしたんですけど、スーッと行きましたね。かなり走りが良くなってます。ブレーキは車重があるので普通の車よりも早めに踏む必要があります。重いシェルを乗せてると制動距離が長くなるので、いつも以上にしっかり車間距離を取ったりスピードを出しすぎないことが大切だと思います。カーブを曲がるときも安定しているし、コンパクトな車なので小回りが効いて運転しやすかったです。高さ制限さえ気をつければどこでも乗り回せる車だと思います。十分なパワーがあって坂道もしっかり登ってくれるので、運転していてとっても快適です。ただ一つ気になったことがあって、運転席側の音はすごく静かになったんですけど、道路のつなぎ目とかデコボコした場所を走ると後ろのシェルの部分が結構大きい音がします。走行中はずっと運転席に座ってるのでシェルの部分には乗ってないんですけど、もしかしたら揺れも感じるかもしれないです。新しく出たハッピーワンターボ、気になった方はお近くの店舗で試乗してみることをお勧めします。ターボがついてないハッピーワンプラスと比べてみると結構違いがわかります。はい、皆さんいかがだったでしょうか。外観とか中身もね、結構パワーアップしてたんですけど、やっぱりターボエンジンが搭載されたことによってね、走りがめちゃくちゃ良くなってました。このキャンピングカーを使って釣り旅に行く動画なんかも撮ってみようかなって思ってるので、皆さんよかったらそちらもぜひご覧ください。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がいいと思った方はチャンネル登録とグッドボタンをぜひよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。したっけねー。